どうもワニです。そしてこちらは俺が捕まえてその場で締めて持ち帰って1回冷凍して解凍したウシガエル、そこそこいいサイズのものです。今日はこの子のお腹をさばいてまた胃袋の中身を見てもらうというわけじゃなくて、普段とは違って胃袋だけじゃなくて他のいろんな内臓もね、皆さんに知っていただきたいなという動画でございます。そう、ウシガエルってもともとは食用で輸入されたカエルではあるんですけれども、カエルの内臓って結構人間に近いということで、この体の大きなウシガエルが内臓も大きいんで内臓がね分かりやすいということで、理科の授業なんかでよく解剖に使われているカエルでもあります。なんで今回はこちらのウシガエルを解剖していって、ウシガエルの内臓を徹底的に皆さんに解説していきたいなと思います。じゃあまずお腹を開いていきます。本来ね解剖用のハサミとかあるんですけど、うちにはないんで、この魚をさばく用のハサミを使って内臓を傷つけないように慎重にさばくんですけど、まずこの薄皮を開きます。で薄皮を開いた先にまずこちらに筋肉が見えてきます。腹筋です。よく見るとウシガエルってシックスパックなんですよね。わかります？腹筋が割れてるので、さらにこの筋肉を内臓を切らないように筋肉だけを切っていきます。はい、さらにこの横の方とかもね切っちゃった方が内臓を広げて、見やすいので、横っ腹もこう切っちゃいます。でこの辺のちょっと膜とかもね切っちゃおうね。でこの上の方の黒いの、これもちょっと膜に覆われてるんで、これも膜を破りたい。はい、軽く洗い流しましてこんな感じです。まずこの上のさっき薄い膜に包まれていた部分、こちらが心臓ですね。ちょっとねかなりどす黒くなっちゃってて分かりづらい。これがなんか黒いのに覆われてましたね。これなんだろうな。出てきた。このピンクのちっちゃい指先ぐらいの臓器、これが心臓ですね。生きてたらこれが脈って見えるんですけども、死んでねかなり経ってるんで脈ってないですね。両生類は2心房1心室なので、3つに分かれてるのが分かりますかね。こちらが右の心房、こっちが左の心房で、これが心室ですね。そうよく見ると3つに分かれてますね、心臓は。もう心臓の役割は皆さんに言わなくても分かると思いますけども、全身に血液を送っているポンプになります。そしてこの心臓のすぐ下にある大きくて黒い物体、こちらが肝臓ですね。体の中で最も大きな臓器です。でこの肝臓をよく見てみると、1つ2つ3つあることが分かりますね。これはそれぞれ肝葉という部位で、これ全部で肝臓なんですけれども、この肝葉がカエルは3つあります。肝臓の働きとしては、体の中に入ってきた栄養を科学的に変化させて体に吸収できるようにするっていうのと、体の中に入ってきた毒を中和したりするという機能があります。あともう一個、体に入った脂肪を消化するために必要な胆汁というものを生成する役割があります。なのでこれよく見たら分かると思うんですけども、肝臓のこの裏にちっちゃい丸いのついてるじゃないですか。これはね胆のうっていう機能、これは胆のうっていう臓器です。この胆のうは肝臓で作った胆汁を貯めるという役割を持っている臓器です。この胆のうから十二指腸の方に胆汁を送って脂肪を分解するという役割ですね。でこの肝臓の後ろにある薄紫の袋のようなもの、こっちにもあります。これが肺ですね。今こうやってねぺっちゃんこになってるんで分かりづらいと思うんですけども、これがですね、一回ちょっとこのカエルの口の中を見てみましょう。大きなベロがあります。このベロの先っちょはねネバネバしてて、これで獲物をくっつけて捕らえるんですよね。で実はこの先っちょはちょっともうこれ先っちょ切っちゃうんですけど、実はこの先っちょヘビみたいに2つに分かれてるんですよね。でこの口の中、まず普通に食べ物が通っていくこの食道、喉があるんですよね。大きな穴があるんですけども、このベロの付け根のあたりにちょっとした出っ張りがあるのが分かりますかね。これが実はこうね開くんですよ、パカッと。でこの穴が肺とつながってる穴になります。なんでここにこうホースを入れまして、このホースから空気を送ってあげると
肺が膨らみます。面白いですよね。よく見るとたくさんの血管が走っているというのが分かりますね。この血管から取り込んだ酸素を血液の中に入れたり、体の中の二酸化炭素を外に出していったりするわけですね。でカエルの口の中は他にもいろいろ穴がありまして、この左右に開いている大きな穴は鼓膜とつながっている耳の穴なんですけども、この口の中にあるこれ分かるかな、この穴、これもね左右にあるんですよ。ほら、この逆のエクボみたいな感じの部分にあるところ、これね、これが泣く袋と書いて鳴嚢と呼ばれる部分につながっている穴でして、ここにまたホースを入れて空気を送ると、なんか見覚えありません？そう、カエルが鳴く時に使う穴ですね。鳴き声自体は喉から出してるんですけども、この鳴嚢で音を大きく共鳴させてより遠くまで届くようにしてます。この鳴嚢はオスにしかない器官です。反対側もかなり大きく膨らみますね。はい、じゃあ次、食道からすぐ下にあるこの大きな膨らみ、これはもう皆さん見慣れたもんですよね。そう、胃袋です。でこの胃袋の下、すぐ下のこの部分が十二指腸、小腸の一部なんですけども、十二指腸という部分ですね。この十二指腸がほら、さっきのこの胆のうとつながっていて、ここに脂肪が入るとこの胆のうから胆汁が分泌されて脂肪を分解するという流れになります。でさらにこの十二指腸の先の部分、ここは空腸とか海腸とかですね。で十二指腸と3つ合わせて小腸と呼ばれる部分になります。そしてその小腸の先が、これまたこんもりものが入ってますけども、こちらが大腸ですね。こちらはうんちを作る場所ですね。でこの大腸からもう総排泄口、カエルはね肛門じゃなくておしっことうんちが同じところから出るんで総排泄口って言うんですけども、お尻の穴の方までの部分を直腸と言いますね。直腸も大腸の一部です。でこの直腸がいっぱいになるとうんちが出るっていう感じですね。でこの総排泄口の近くにある2つのこの黄色い玉、これ何か分かりますか？黄色いっていうか、金っていうか、そう金玉ですね。精巣です。このカエルはねオスなんで卵巣じゃなくて精巣が2つついてます。人間と一緒です。人間みたいに外にぶら下げてるわけじゃないんですけどね、体の中にあるんですけども、これが精巣。トウモロコシの一粒と同じぐらいの大きさですね。でこの精巣の後ろにあるのが、この赤いのが腎臓。ちょっとこれもね膜に覆われてるんで分かりづらいんですけど、この膜を取っちゃうと2つあるんですよ。これわかるかな？2つあります。これは血液をろ過しておしっこを作るところですね。血液をろ過する、血液が入ってるところなんで赤色をしてます。でこの金玉の近くにある、金玉と同じぐらいの大きさの黒い塊、こちらは脾臓という臓器ですね。古くなった赤血球を破壊したりだとか、体の中に入った菌に対する抗体を作ったりする器官です。で今一通りあらかたの臓器を説明したので、取り出してね並べてさらに分かりやすく説明していきましょう。はい、取り出してみました。こちら上の方から心臓があって、肺があって、肝臓があって、胆のうがあって、肝臓とこの脾臓もつながってます。で精巣が2つあって、腎臓も2つあって、これも喉から胃袋がつながっていて、ここが小腸の一部である十二指腸、そして、空腸海腸というね小腸、この部分ですね。かなりね長いです、小腸は。でこの大腸、うんちを作るところ、うんち溜まってますね。でこの大腸から総排泄口につながる直腸、この直腸にうんちが溜まると排泄されるという形になります。わかるかな？ここが総排泄口。ここからもおしっこもうんちも精子も卵子も全部ここから出ます。この子はオスなんでね精子しか出ないですけども、爬虫類や両生類はねここから全部出るんで、肛門じゃなくて総排泄口と呼ばれるわけです。という感じで今回はねウシガエルを使ってカエルの内臓についてご紹介いたしました。カエルはね結構人間に内臓が近いところもあるっていうんでね、なんかの参考になればいいなと思います。この動画は十中八九 YouTube の方に規制されると思うんで、見るなら今のうちです。なんか理科とかの教材に使いたい場合は全然使っていただいて構いません。そして気になるこの胃袋の中身なんですけれども、こちらに関してはまた別の動画でご紹介したいと思いますので、ぜひそちらの動画も見てください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。